宗司、佐野、助力を頼みたい。いきなり何、はじめくん。助力って力を借りたいってことだよな。珍しいじゃねえか、斎藤がそんなこと言い出すなんてよ。自分でどうにかしようと思ったのだが、どうにも俺の手に余る相手のようでな。へえ、はじめくんが手こずる相手なんて楽しみだな。それで一体どんな敵なのかな。流派は？いや、それがそもそも刀が通じぬ相手なのだ。なんだそりゃ、羅刹みてえに切っても切ってもすぐ回復するとかか？違う、戦うとかそういう話ではなく、つまりその縁談だ。白鸚記、深海、天運の章、正しい縁談の断り方。話をまとめると、行きつけの研ぎ師に縁談を持ちかけられたってこと？ああ、かの者は職人としての腕は良いのだが、少々人の世話を焼きすぎるところがあってな。俺が独り身と知ると、嫁を紹介すると言い出したのだ。どこにでもいるよな、そういうおせっかいな輩は。そういうやつほど善意なのが逆に困るぜ。とっさに心に決めた者がいると断って逃げたのだが、今後刀を研ぎに出すたびに追求されるのが億劫でな。ねえ、はじめくん、それってさ、四条大橋のたもとに住んでる研ぎ師？その通りだが、知っているのか、宗司。知ってるも何も、僕も同じこと言われたからね。独り身なんてもったいない、嫁さんでもどうだいって。なんだと？それでどう答えたのだ？僕もはじめくんと同じで、将来を誓った人がいるとか適当にごまかしたけど、でも行くたびに話を蒸し返されてヘキヘキしてたんだよね。なら二人とも研ぎ師を変えればいいじゃねえか。今日なら腕のいい職人だって見つかるだろう。そうしたいのは山々だが、愛刀を預けるとは命を預けるということでもある。知らぬ者に任せて何かあったら目も当てられぬ。あの研ぎ師、腕は確かなんだよね、腕は。わかったわかった。斎藤も宗司もこういう色恋沙汰には不慣れだからな。ここは一つ俺がどうにかしてきてやるよ。本当か、佐野？さすが佐野さん、頼りになるね。島原に言い寄ってくるお姉さんたちがたくさんいるだけのことはあるな。皮肉はよせよ。たく、誰のために一肌脱いでやると思ってんだ。もちろん感謝してるって。うまくいったらお礼にお酒をご馳走するから。佐野、どうかよろしく頼む。ああ、大船に乗ったつもりで任せとけって。四条大橋だったな。じゃ行ってくるぜ。あれ、気づいたらもうこんな時間か。なかなか帰ってこないね、佐野さん。もうとっくに2刻は過ぎているし、そろそろ戻ってきてもおかしくないはずだが。とりあえず待つしかないか。それはそうと、今回の話ってさ、なんだかちょっと意外だったんだよね。意外？どういう意味だ？だってはじめくんって普段はあまり嘘つかないでしょ。だからいきなり嫁を紹介するなんて言われても、正直に剣の道に生きるって断りそうなのに、それが今回みたいに嘘をつくのが珍しいなって。いや、それは。もしかして本当に心に決めた人がいたりして？いや、そんなことはない。俺とて必要があれば嘘をつくこともある。あの時思わず似合わぬことを言ってしまったのはたまたまだったというか。へえ、たまたまね。そういう宗司はどうなのだ？その理屈で言うと、同じように断ったあんたにも心に決めたものがいることになる。
やはり答えられないようだな。いるって言ったら？だと？しかも、はじめくんも知ってる相手って言ったら？それは。あんたもいい年齢だ。気になる相手ぐらいいてもおかしくはないが。しかも、俺が知っている相手となると、思い当たるのは、そんなことがあるのか。なんて、冗談だよ。僕もはじめくんと同じように、とっさに嘘をついただけだし。そういう冗談はよせ。前々から思っていたが、あんたの冗談は心臓に悪すぎる。ごめん。はじめくんはからかうと面白いからつい。掃除、斎藤。今帰ったぜ。佐野か、待ちわびたぞ。なんだよお前ら。何を慌ててるんだ？実ははじめくんが。いや別に何でもない。それより遅かったな、佐野。やはり難儀な問題だったのか。いや、苦戦したっつうか、な。俺だけで言ったならば言いくるめられただろう。佐野のおかげで助かった。感謝している。こういう話だと頼りになるよね、佐野さんは。いや、だから、なんだな。すまねえ！悪化した。悪化とは一体？それがな、例の研ぎ師と会って話まではできたんだが、いつの間にか相手の話術に巻き込まれちまって、なぜか俺も嫁を紹介される話になっちまって。まさか佐野まで言いくるめられるとは。かなりのやり手だな、あの研ぎ師は。それだけじゃねえんだ。明日には研いだ刀を豚書の方に持ってくから、宗司や斎藤にも改めて話を聞かせてほしいってよ。そういえば明日って用事があったから僕出かけようかな。逃げたとしても根本的な解決にはなるまい。むしろ逃げたことでへそを曲げられれば、今後刀研ぎを頼むこともできる。こうなりゃ仕方ねえか。俺が言うのもなんだけどよ。いっそ嘘を突き通すってのはどうだ？嘘ってつまり、心に決めた人がいるってことにするわけ？相手がいるって信じてもらえりゃ、さすがに向こうもそれ以上は追求してこねえだろう。嘘を本当だと証明すればいいのか。となると、明日は迷わず答えられるように練習しておいた方がいいだろうな。まあ、辻褄くらいは合ってた方がいいからね。せっかくだし、やるだけやっておこうかな。知らない相手との縁談なんて願い下げだし。よし。じゃあ、明日までにそれぞれ架空の恋人話を作っておくことにしようじゃねえか。こうして、俺たちはその日の晩、それぞれ恋人の話を考えることになったわけだが。さて、自分から言い出したが、架空の相手を設定するってのも案外難しい話だな。ここは、そうだな。酒の席で出会ったってことで、やっぱり島原の芸妓さんあたりが無難か。だが、話を聞くと、研ぎ師は島原にも顔が広いみてえだし、嘘を言っても調べりゃ一発でバレちまうか。だとしたら、むしろ芸妓とかじゃなく、あまり外に出歩かねえ娘の方がごまかせそうだな。そう、普段はきちんと男を立ててくれるような女で、いざとなりゃ肝が据わってるような。当然味噌汁を作るのがうまくて。難しいな。心に決めた相手で無難なのは幼なじみとかかな。でもそれだと小さい頃のこととか近所の家族のこととか何でも知ってないとおかしいよね。面倒だな。だったらいっそ最近出会った子の方がいいのかな。僕が色恋に興味が薄いのは知ってるだろうし、ならそんなに恋愛を意識できるような相手じゃなくて、
むしろ一緒にいて違和感のない相手とか、土方さんみたいにからかいがいがある相手がいいな。ダメだ。何も思いつかぬ。佐野は自分の好みから考えろと言っていたな。俺の好みか。となると、俺の趣味、いや、人生の半分とも言える刀と剣術について理解のある娘が望ましい。できるなら、女性でありながら剣術ができるのが理想だ。そして、話や性格に筋の通った娘がいい。たとえどんな逆境に置かれたとしても、己の意志を貫ける者。そう。例えば自分の自由を奪われたとしても。さて、もう一刻ばかりで研ぎ師が来るな。宗司、斎藤、ちゃんと考えてきたか？うん。要は理想の恋人ってことでしょ？一晩でできるだけのことは考えたよ。ああ、任せてくれ。多少気恥ずかしい気もするが、万全だ。それで、二人はどんな設定にしたの？そうだな。俺が心に決めた女はな、もともとは京でなく江戸に住んでたってことにしておいた。俺も京より江戸の方がずっと詳しいからな。何か聞かれたところでごまかしも聞くはずだ。佐野の意見に同意だ。俺も研ぎ師が詳しい京は避けて江戸出身とした。所用で京を訪れた彼女がふとした事件に巻き込まれて、それを俺が助けたのが出会いのきっかけだ。もしかして知り合ったその子がだんだんと新選組の仕事を手伝ってくれるようになってる？お、よくわかったな。ひょっとして宗司も同じ設定にしたのか？それでだ。その娘は最初こそ俺のことを京の町で悪名高い新選組の一員ということでビクビクして恐れていたのだが。だが一緒に仕事をして過ごしていくうちに俺のことを理解してだんだん慣れてきてくれて、気づけば自分にとってなくてはならない存在になっていた？うん、その頃からかな。その子のことをただの知り合いじゃなくて女の子としても意識するようになったのは、それで僕もいつの間にか気づけばその娘を。うん。なあ、宗司、斎藤。なんだ、何か問題でもあるのか？いや、どう考えてもよ、あいつの設定そのまんまだろうが。うん、仕方あるまい。身近な女性で参考になるものといえば、一人しかいなかったのだから。まあそうなんだけどね。ああ、しょうがないな。宗司、どこ行くんだよ。これ、設定をどうこう考えるより、あの子に来てもらって恋人役を頼んだ方が早いんじゃないかなって。何故そうなるのだ？研ぎ師に実物を見てもらって恋人はこの子ですって言えば、さすがにもう諦めてもらえるでしょう。いやいや、待てよ。それで切り抜けられるのはお前だけじゃねえか。だったら俺が恋人役を頼むぜ。宗司は他を当たれよ。何を言っているのだ二人とも。かの者は我らの道具ではないのだぞ。こちらの都合で振り回すようなことになっては。ここは本人の意思を尊重し、かの者に選んでもらうのが筋というものでは。へえ、それってさ、3人の中からあの子が恋人役になってもいい人を選んでもらうってことだよね。1人は選ばれて2人は選ばれないことになるけど、本当にそれでいいの？はじめくん。それは。うんさらに大きな問題が起こりそうとだけ言っておこう。だよな。あいつもできねえって泣き出しちまいそうだしな。となるとどうする？もうすぐ研ぎ師が来ちまうぜ。ねえ、僕にいい提案があるんだけど、この3人が同じ子を好きになっちゃって
恋敵になってるって設定はどう？僕たち3人があの子を奪い合うとか。奪い合うってのはちょっと違う気がするが。まあ、時間がねえから俺はそれでいいぜ。お前もいいな、斎藤。待て！俺とあんたたちが恋敵なのか？何故いつの間に？どうしてそんな設定になったのだ？その後、我らが必死になって考えた恋人役の設定は、百戦錬磨の研ぎ師にあっさりと見破られてしまい、最終的に副長に手を回してもらう形で研ぎ師からの縁談を断ることになったのだった。我らが共に思い浮かべた恋人設定が偶然にも同じ人物だったというのは副長にも秘密だ。沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海浩介、原田佐之助、遊佐浩二。